たくんです。とても珍しい方を発見しました。キムさんなんですけれども、韓国人の弁護士です。韓国の生活を辞めて日本に渡ってきました。で、弁護士で働きながらいたんですが、仕事を辞めて東大の法科大学院の方に進学されています。一体何があったのか、キムさんよろしくお願いします。まずはですね、韓国でどういう仕事をされていたのかを紹介してください。最初は、ちょっと公務員として法務省で検察局というところで働いたんですけど、法制の改正に関する、法律案の検討をしたり、外国の法律を主に参考にしたりして報告書を作るんですけど、日本法を担当させていただいて、日本の法律について勉強しながら、興味を持つようになりました。それからは、韓国の法律事務所で、不動産専門の事務所で働いてたんですけれど、日本の法律事務所の所属の外国弁護士に行くことになったんですけれど、コロナのせいで6ヶ月くらい待ってて、やっとビザもらって日本に来たんですね。不動産関係とはどういう？主に引き渡しとか明け渡し請求とか、個人の案件だったら、賃借人と賃貸人の関係あるんじゃないですか。賃貸終わって、それが賃借人はもう出たくないけれど、賃貸に出てってほしい。そして企業の案件だったら、企業さんが持ってるビルにテナントして、入居している店舗とかあるんじゃないですか。お金払わなければ出てけみたいな話で、ドラマとか見ると、裁判長が座ってて、弁護人が熱心に言うんじゃないですか。それ全くなくて、主に書面だけで処理されるから、たくさん喋りたかったんですけど、それできなくて。出ていけ、出たくない、みたいなことを法廷じゃなくて書面でやってるような。そうですね。基本書面でやってて、正直あんまり楽しくなかった。で、二つ目の話、どうやって日本に興味を持つようになったのか。もともと中学生の頃から日本の文化に興味を持つことになって、音楽聴くのが好きなので、昔からイヤホンとかスピーカーとか興味があったんですけど、2000年代だったんですね。一番良かったイヤホンがソニーのイヤホンでした。ヘッドフォンとかもソニーのヘッドフォンが一番有名で、音質もいいし、そういうのがあって、日本の製品はいいなと思って憧れがあったんです。そしてノートパソコンで勉強したりするんですけど、一番良かったノートパソコンはソニーのバイオ。それにめちゃくちゃ憧れて、ちょっと日本についてちょっと興味を持つきっかけとなりました。働きたいなっていうのは別の話だと思うんですけれども、そこには何がありました？いろんなきっかけがあって、外国語の高校に進学することになって、その時日本語専攻。自然に日本の文化とか好きな子が多かったから、有名だった嵐とかスマップとか、ドラマ、極戦とか、有名。そういう日本の文化と接することはできて、大学に入ってもちょっと日本語の勉強をずっとやってて、一回は日本で仕事をしたり、留学してみたいなとは思ってたんですけど、弁護士って、思った以上にいろんな分野で活躍できる仕事だから、国際的な紛争も多かったり、特に日韓関係は密接的な関係あるんじゃないですか。企業さんとかも子会社持ってたり、事業展開したり、法律的なアドバイスとかが必要なわけだから、だったら韓国弁護士として日本で働くことができないかという発想をして探してみたら、実際に合うポジションがあって、うまくできていくようになりました。韓国で、ずっと無理なく、給料もそこそこあるし、いけたと思うんですけれども、一歳でも若い時に自分にしかできないことをやってみたい。他の人にはできない、そういうことを考えたら、日本の法律事務所で外国弁護士として働く弁護士はほんのわずかだから、自分にとっても一回は日本で働いたり、勉強したりしたいと思ったの、憧れもあったので、行った方がいいんじゃないと思って決意しました。昔から日本の人ってどんな感じなのかなっていうのがあったのと、あと実際弁護士の仕事をやってみたら自分が想像してた弁護士とは違うっていうのがあって、じゃあ今まで日本と自分の弁護士を合わせて、日韓弁護士として、自分にしかできない仕事をやってみたかったっていうのが流れですね。はい。ありがとうございます。韓国にいながら日本の案件を受けることもできるじゃないですか。なぜ日本に住んでみたいとなったんですか？2つありますね。1つ目は個人的に、日本で、一度住んでみたかった。もう1つ目が、韓国で、日本専門としても、言語ができるという
の、JLPT の N1 を持ってますよみたいなのだけではアピールできないんじゃないですか。だったら日本の法律事務所で実際働いてそういう経験があると専門性が認められるから仕事的にも経歴的にもキャリア的にも良くないかと思っていくことになったんですね。最初は2、3年ぐらい働いて韓国に戻る予定で日本に来たわけなんですけれど、今はそれやめて日本でずっと住むようになりました。プロフェッショナルとして日韓で仕事するならば、日本での経験もないといけないよねっていう。で、次4番目の質問なんですけれども、韓国での弁護士活動をやめることになるじゃないですか。不安とか怖いとかはなかったですか？不安は正直なかったんです。弁護士っていうのがいい点がいつでも開業できるから、もし韓国に戻った時、誰も採用してくれなくても自分の事務所開業すればなんとかできると思ってたので、まずやってみよう。チャレンジしない方がむしろデメリット多いんじゃないかと思ったので、不安とかそういうのなかったんです。今は日本に住むことを決定してるっていうふうに聞いたんですけれども、そうするってなると、韓国にいる家族とかとは離れることになると思うんですけど、それらに対しても懸念点はなかったですか？韓国と日本近いし、結婚してて嫁がもし日本行きたくないと言ったら困ったなと思ったかもしれないんですけど、結局喜んで連れてきてくれて感謝していますし、そのおかげで家族みんなで日本に来るようになって困ったところは特になかったんです。日本に住もうと思った決定的なきっかけというのはありましたか？文化的に個人的に合うところも美味しい店もたくさんありますし、韓国も近いから行こうとしたらいつでも行けるし、そして新しくスタートする新鮮感もあって、より頑張ろうという気持ちになったので、そして子供生まれて日本来てびっくりしたのが、ベビーカーが多くて、日本も出産率、出生率低いとずっと言われたんですけれど、韓国でどこ行ってもベビーカー見たことはなくて、日本来たらどこ行っても赤ちゃんがいて安心して子供を育てられるんだなと思って、そういうところも正直多かったんです。めっちゃ伝わりました。やはり日本でこれから生きていくのはもうゼロからスタートするわけですし、やる仕事っていうのも自分にしかできない仕事。で子供も育てないといけないですけども、子供の教育とかも、日本の方が合うかもな、みたいなことを考えて、日本に住むことを決めたってことです。もちろん他にもあると思うんですけど。ありがとうございます。で最後なんですが、当時の日本に住むという選択を今どう振り返っているのかについて教えてください。今までの選択、後悔したりしたことないです。日本に来てずっと満足してる人。もちろんメリットとデメリットはどんな国に行ってもあると思うし、そして文化的にも特に食事が口に合わないと苦労したりするんじゃないですか。日本料理とか、とんかつとか牛丼とか好きなので、どこ行ってもコンビニがあって、安心し、生活において困ったことを感じたことは特にないし、もし1年2年前に戻ったとしても同じ選択をしたと思います。なるほど。小さい頃から日本と関わって生きてきて、で、韓国で弁護士活動してたけど、刺激的なことを探して日本に来て、でそしたら自分がイメージしたのと、日本での挑戦っていうのができて、で、これからは日本という国で、自分にしかできない仕事とか、日韓の関連する活動をしてみたいっていうところで今活動されてる感じですね。はい、そうです。ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い話。やってみていかがでしたか？緊張して何喋ったのか全然頭に入らなくて、何言ってたのか。でもめちゃめちゃ面白かったです。そうですけど、あんまり面白くないなとずっと思いながらで、次の動画ではですね、今、キムさんが韓国でも日本でも弁護士活動されたんですけれども、この業界とか人々とか仕事する環境って何が違うのっていうのは気になっています。なので次の動画でそれを聞いていきたいと思います。はい、以上パクンでした。アンニョン。